はい、皆さんどうもこんにちは、菅田将暉です。はい、皆さん僕のチャンネルはですね、今まで iPhone の修理の動画、何本か上げてて、今もまだ上がってないストックの動画もあるんですけど、こんだけ iPhone 修理してるのに使ってるメイン端末、今このカメラとして使ってる端末が、これが iPhone8 Plus なんですよ。古すぎる。で、俺は iPhone16 最新のものが欲しいということで買いました。ででん iPhone16 に、改造する iPhone のフレームを買いましたあんなね、もう20万近くするもん何個も買ってらんないんで、この iPhone16 のフレーム、これ普通の16のフレームではなくて、裏見てもらったら、分かる人には分かると思うんだけど、これ iPhone XR を改造するため専用の iPhone16 の、フレームになります。で、もちろんカメラ2つあるけど iPhone XR は1個しかないんで、これ1個はダミーになります。裏から見たら分かるんだけど、これ何もないじゃん。これ潰れてます。真っ黒。なので、つまりどういうことかというと、完全に見た目だけが iPhone16 になった中身性能すべて、iPhone XR の、iPhone16 もどきを作ろうと思います。で、普段はね、iPhone の修理、この動画を撮る前の iPhone とかだったら、こんな粉々の iPhone とか修理したりしてたんですが、今回に関しては別に壊れてもない普通の iPhone XR を、iPhone16 にするということで、今回は修理ではなく改造です。魔改造やっていきます。はい、今からやっていくんですが、今朝の5時11分。うわー、今日これ動画2本目なんだけど、これが一番時間かかりそう。多分2時間以上かかりそうだな。ではまず、最初に iPhone XR の方を分解していきます。で、まずこの星ネジを取ったところからで、画面を開けていきます。開いたな。で、10R は、ケーブルが右側にあるんで、こっち側から開けていきます。で、こんな感じだね。ではこうやって電源を落として、バッテリー取っていきます。で、ごめん。今回ね、この撮影してる、この端末、iPhone8 Plus っていう、マジでイニシエの携帯だから、ちょっと画質がひどいかもしれないんだけど、これ見てる方は、目をかっぴらいて頑張って見てください。気合でどうにかなります。俺はもう今クソ眠いけど気合でどうにかする。で、これまずバッテリーの、プレートが取れるんで、先にバッテリーだけ取っちゃいますか。で、次にこっちね。で、プレートが全部取れたんで、次に画面のこのコネクタと、近接センサーがついてるこのコネクタを傷つけないように取ります。これで画面分離完了です。はい、ちょっと、戻そう。で、やることとしては、簡単に言うとこれ全部パーツを取って、全部こっちに移植って感じになります。ちょっとやってみないとっていうとこあるな。で、普通のフレーム交換だったらいくらでもできるんだけど、ちょっとね、俺も16に改造するっていうのは初めてなんで、ちょっともしかしたら、ネジの位置を間違えたりってするかもしれないですが、そうなった場合は編集でどうにかします。じゃあまずとりあえずバッテリーを外さないと始まんないんで、バッテリーをこれ外します。で、バッテリーって結構いろいろな取り方あるんだけど、一番曲がったり傷ついたりしないように、取りたいんで、今回はこうやって無水エタノールで、テープを剥がしていきます。溶かしながらね。で、この後にヒートガンで裏から温めながら、バッテリーのテープを溶かしていきます。で、この16のフレームを買った時に、付属でついてきた、多分ね、サイズが調整されているフラッシュケーブルと、ボタンのケーブルがあるんで、これをちょっとね、試しに、サイズ合わせないと、つける順番がちょっとわかんないんで、合わせます。あ、これ一体型になってるな。ちょっと待ってよ。これがフラッシュケーブルでしょ。で、ボタンもついてて、あ、これ Bluetooth もついてんのか。なるほど結構まとまってるな。これ先につけちゃっていいかな。
いや、とりあえずこれ先にこの下のスモールパーツつけます。こっちの方がね、先にちょっと分解しやすいんで、これはちょっと保留で。では、取りやすいタプティックのあたりから取ってきます。これバイブレーション機能が、あるやつね。ごめん、ちょっとマグネットシートサイズがちっちゃかったんで変えます。で、基本的にこの辺のネジはだいたい取り終わって、この SIM カートリッジの、ネジも取れたんで、まずここのコネクタ、ロジックボードとつながってるコネクタを、取ります。はい。で、下のこれも取っとくか。これで、これ取れるんで、はい、完了。で、そのままこのロジックボードについてるコネクタ、だいたい取ります。で、これがドックコネクタで、これが、何だったっけな。で、上の部分。で、カメラもこのまま先に撮ります。カメラね。で、このトゥルードゥプスカメラっていう、インカメラとフェイス ID の認識する、機能がついてるセンサーも撮るんですけど、これね、下のここがちょっとくっついてるんで、またエタノールを染み込ませたヘラとかで、ちょっとだけ撮ります。で、このまま基板も撮っちゃってと。OK。これでトゥルードゥプスカメラ撮れるんで、はい、OK。で、これね、ぶつかったりとか、この辺触っちゃったりするとすぐ壊れるんで、これは手の、届きにくいところに置きます。で、大体スモールパーツは取れたんで、次にこの、画面じゃないや、本体の上の部分についてるこの辺の部品ね、これね、アンテナの部品が集まってて、Wi-Fi アンテナとか Bluetooth のアンテナがくっついてるんですが、ここだけね、すぐ、取り付け可能なんで、これだけ先にやっちゃうわ。側面にもね、ちゃんとネジが2つついてるんで、これも取ります。はい。で、これでセンサーの部分が取れたんで、これ先に移植します。で、これね。この作業はね、結構簡単で、ついてた通りに戻すだけなんで、そんなに時間かかんないです。で、次にさっき、紹介した付属のこの部品使わないといけないんだけど、これ 10R 用にコンバートされてるはずだから、元の形と全然違うんだけど、ちょっと試しでやってみてっていう感じになります。これ iPhone16 はこの形なのかな。これ先にボタンつけないとダメだわ。ボタンをつけます。付属のボタンね。はい。で、これがね、iPhone でかなりめちゃくちゃクソめんどくさい作業なんだけど、このボタンを、つけます。これが結構ね、大変なんだよね。はい。これボタンの、なるほどね。ボタンのゴムないから、これ先に取んないとダメなのか。なるほど。取らんとダメか。オッケーオッケーオッケー。で、この動画を見てる人はほとんど多分分解したことない人だと思うから、なんのこっちゃって感じだと思うんですが、このボタンの部品の、この出っ張ってる2箇所の部分に、本来だとここにゴムがついてるんですよ。すっごいちっちゃい1ミリくらいの。これがちょっと部品についてなかったんで、こっちの 10R のところから回収します。これがクソめんどくさい。いや、ボタンの修理ってなんでめんどくさいんだろうね。どの機種やってもめんどくさいからな。はい。で、一応これも動画撮っとくか。この、ボタンを外すときは、ここのバネみたいな、バネっていうか、この針金をまず取ります。これを強く取りすぎると針金曲がっちゃうんで、この外側に向けて引っ張るんですけど、壊れない程度ギリギリのところで、よし、こんな感じ。これで回収します。で、これ針金が曲がっちゃうと使えなくなるんで、ここを気をつけて作業します。
で次にこのボタンを取っていくんですけど、これねやり方があって、やり方を知らないで無理やり取ろうとすると必ず壊れるんで、もし、分解するかもって思ってる人は、ぜひやり方参考にしてください。ごめん、今動画に映ってなかったかもしれないんだけど、次ちょっとこっち映ってるように撮ります。で、ボタンを押した状態でここの右と左で分かれてて、右側を上に上げます。これ左をやると、ボタンが壊れるんで必ず右を上げてください。そうするとこれねこんな感じで金具が上に向くんで、こうなった時に、手で引っ張って取ってください。 OK で、その後にこの2つのボタンを内側から押せば、ボタンが取れるんで、はい、こんな感じです。でさっき言ってたゴムの部分っていうのがこれです。これ見えるかな。この黒いゴムの部分をこっちに移植します。で今このちょうど取ったこのゴムの O リングみたいなのを、この新しいボタンの方につけます。で次にこの iPhone16、16の、ボタンをつけていきます。でつける方法はね、外す時よりは簡単で、先に上からボタンをはめた状態で内側のところで、金具をつけます。はい、で上からはめる。で次にこのボタンの上のこのスイッチの部分組み込むんですが、これねケーブルのこっちの方に、部品をつけてそのままスイッチを作るっていう感じになります。 OK でこれを内側からつけてと。でここをきれいにはめたら、上からこのさっき取ったネジを順番につけていきます。これちょっとプラプラしてて邪魔だな。いいか。で次にこっちのサイドボタンも、今やった音量のボリュームケーブルのところのボタンと同じようにつけるんで、以下省略で編集でカットパン。はい、ということで編集の力でこっちにボタンがつきました。で次にここのごちゃごちゃしてる部分をちょっとまとめていくんですが、これ本来ねない部品を、無理やり使ったりしてるんで、ここちょっと部品をまとめて合わせるプレートが入んないんで、ここちょっとカプトンテープでそのまま留めてまとめます。で、ネジ全部外したから、これが、10R の基板ですね。ロジックボード。こんな感じです。とりあえずこれ一旦こっち置いといて、で、次にこのドックコネクタ、充電器の差し口の部分を、こっちに移植します。で、本来これね、iPhone16 って、充電器のところが Type-C のコネクトなんだけど、これね、中身 iPhone XR のまま、側が iPhone16 になるんで、iPhone16 で、ライトニングコネクタ対応になります。これウケるよね。で今部品がこれとこれで2つ取れたんですけど、こっちがインターコネクトアンテナっていう部品で、こっちがドックコネクタっていうアンテナになります。アンテナじゃない部品です。よし。で、これをそのまま今取った順につけていきます。でまず先にこうやってインターコネクトのアンテナをつけてから、ドックコネクタを、つけます。で部品が2つともずれないように、この重なっている部分の、下のこの2箇所の部分をネジ止めていきます。でとりあえず一旦これ仮付けで、次これでここを取るときにまた裏からヒートガンで温めます。でいつもこれね結構へばりつくんだけど、今回、結構綺麗に取れました。いいね。よし、かなり状態がいい。 OK で次この取った部品をこっちに移植します。OK でこっちの 10R についてた部品は、もう完全に全て取っ払ったんで、あとは取った部品を順番に組み立ててってこのまま、作り直します。でさっきまでここにテープつけてたんですけど、ちょっと部品の都合上こっちに変更になりました。で次にこの、基板のロジックボードつけるんですけど、ロジックボードをつけるときは、このドックコネクタの部品を、先にコネクタを接続してからの方が、場所がいい感じに合います。これ、ね、くっつけないままはめると、こういうコネクタ、下の部分くぐらせるコネクタが
場所が合わんってなることがたまにあるんで、ここちょっとね、気をつけてやってます。で、こんな感じだね。はい。で、これで基板がくっついたんで、次にコネクタそのままくっつけていこうかな。で、次にここカメラそのままつけちゃうわ。はい。OK。で、上のトゥルードゥプスカメラ、つけます。このトゥルードゥプスカメラの、コネクタ全部つけていきます。これがめっちゃ多い。これね、何個あるの ?4 個くらいあるな。で、カメラ部分の、カバーもつけるわ。先に。で、上の部分はもうほぼ完全にできてるんで、次、下の部分、この細かな部品たちを、つけていきます。まずじゃあ、これを先につけるか。先にタプティックつけます。で、これで一旦、スモールパーツは全部付け終わったんで、バッテリーと画面つけて、動作確認していきます。長かった。マジで長かった。アホほど長かった。で、まず画面ね。で、こっちの近接センサーもここにつけていきます。で、バッテリーのテープは、再修理だったり、何かしらの理由でバッテリーをもう一回取るってなった時に取りやすいように、ちょっとちっちゃめにつけてます。はい。で、最後にこれバッテリーを、コネクタつけて動作確認。あれ、つかんぞ。つかないだとつかんだとちょっと待ってよ。はい。おお、びっくりした。ただ充電なかっただけか。よかったー。なんか修理中にやらかしたかと思った。オッケーオッケーオッケー。で、ちゃんとボタンも反応するね。カメラも確認するか。カメラも大丈夫だな。では動作確認終わったんで、次防水テープを貼るために、もう一回一旦画面を外します。OK。で、防水テープも貼ったんで、次こういうプレートをすべて貼っつけて終わります。で、次画面のプレート。OK。まあ上出来なんじゃないか。これで、iPhone XR から iPhone 16に、改造完了したのですが、どうでしょうか。見た目はパッと見は普通の16に見えるけど、でも iPhone 詳しい人が見たら、画面は、10R そのままなんで、ちょっと丸みを帯びてるんで、違和感感じるかなって感じなんですけど、普通の人はそんな気にしないということで、今度からこの iPhone 16、愛用していこうと思います。で、今回ちょっとね、動画自体が結構長引いちゃって、こんな
こんな改造するやつなかなかいないから、あまり参考になるかどうかって考えると参考にならないとは思うんですが、少しでも動画が面白いと思ってくださった方いれば、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、さようなら。ジーザス